皆さんこんにちは。ケンタッキー州のレキシントンのブルーグラス空港から飛び立つと見えてくる世界最大のトヨタの工場へ行ってみましょう。トヨタの工場へ続く道はチェリーブロッサムウェイと名付けられています。工場のツアーは無料で大人気なのでオンラインで予約をしておきます。また参加にはパスポートなどの ID が必要で、工場内にはバッグやスマホやカメラは持ち込めないのでロッカーが設けてあります。ここのカウンターでツアーのチェックインをします。この工場で作られた一番最初の車になります。さて、約1万人の人々が働くこの工場はあまりにも大きいので、このようなトラムカーに乗って見学をします。席に座ると目の前にあるガイドさんの説明を聞くためのヘッドフォンと目を保護するメガネをかけるように言われます。このように部品はロボットが運んできてくれます。で、この工場はロボットと人間が一緒に協力して作業をしているのが目立ちました。またこのように女性の従業員の方も結構多くてびっくりしました。車体の塗装が終わると一旦ドアが外されて組み立てをしやすくしてあります。車体がこのように持ち上げられて車体の下の組み立てを行います。この2人の息の合った作業風景がすごいと思いました。この工場では主にレクサス、カムリ、ラブ4ハイブリッドなどが作られています。今ご覧いただいた映像はツアー内容とほとんど一緒なんですけれども、この展示コーナーで見ることができます。さて、そのトヨタの工場があるジョージタウンという町はどんな町なんでしょうか。実はあの有名なウイスキーバーボンが生まれた町なんです。そしてダウンタウンはアメリカ映画のセットですかと疑いたくなるようなぐらい完璧なアメリカらしい街になっています。またケンタッキー州と日本の友好を示すその名も友好園という日本庭園があって、ここに来るとほっとします。今回レキシントンへ行ったのは4月中旬、ちょうど花水木が満開の頃でした。花水木は日本がアメリカのワシントン DC へ桜の木をたくさん送ったそのお礼としてアメリカからもらって日本に普及した木なんですよね。さて、レキシントンのダウンタウンにはリンカーン大統領夫人が若い頃に家族と住んでいた家があります。この奥さんの家庭は夫リンカーンの家庭よりもはるかに裕福でした。こちらがダイニングルームになります。このダイニングルームには
当時奴隷に磨かせていた銀食器やリンカーン大統領がホワイトハウスにいる時に買ったろうそく立てなども飾ってあります。ギフトショップにはいろんなリンカーングッズがあって、リンカーンアヒルを2匹買ってきました。レキシントンという街は美味しいレストランが集まっている街で、その中のカジュアルなエッピングスへやってきました。メニューは世界のいろんな国と地元の料理の影響を受けた楽しいメニューになっています。食後に女性のサーバーの人にこの1ドルシャツを渡したら、後日面白いことが起きました。リンカーン大統領の奥さんの家の後ろに2025年に新しい公園ガットンパークがオープンしました。立派なステージや子どもたちの遊び場やカフェなんかもあって楽しい公園です。以前日本食のフードトラック鉄板をご紹介しましたが、2025年7月にそのレストランがオープンしました。去年11月に行った時はカウンター席だけでしたが、今年4月に行った時はテーブル席も増えていました。毎週変わるスペシャルのメニューも楽しくて、毎回行くたびにワクワクするのですが、ここの焼きそばは多分アメリカ一美味しいのではと思うぐらいです。あまりにも美味しいので、今回は焼きそばとチャーハンを一人で平らげてしまいました。レキシントンの空港から道を挟んで反対側にあるのが名門競馬場キーンランドです。見てください、すごい長い観客席です。アメリカの文化財として保存されており、映画シービスケットやセクレタリアートの撮影にも使われました。日本の札幌競馬場で毎年行われるキーンランドカップはここから名付けられたものです。ヨーロッパ風のお城を建てようとした夫婦が離婚してしまったため、ほったらかしになっていたこのケンタッキーキャッスルは、今は新しいオーナーの下でホテル、レストラン、イベント会場となっています。レキシントンの人々が大切なお客様をおもてなしするレストランがメリックインレストランではないでしょうか。落ち着いた内装でフライドチキンなどケンタッキーらしい料理を食べることができます。ケンタッキーホースパークでは競走馬を生み出すレキシントンらしく、いろんな馬たちについて学んだり触れ合ったりすることができます。昔頑張って走っていた馬たちにお疲れ様と言ってあげたくなります。先ほどのメリックインレストランをやっている家族の息子たちがオープンしたレストランがオブスティネートサンズ、頑固な息子たちという名前のレストランです。ここはフレンチの影響を受けたものが多いかなと思います。料理がすべて美味しくてとてもいいレストランです。ここで男性のサーバーの人に1ドルシャツを渡したら、昨日の夜エッピングスっていうレストランに行かなかったと尋ねられ、行ったけどと言うと、自分の彼女が1ドルシャツをもらったって喜んでたと言われ、みんな裏でつながってんのとみんなで大笑いをしてしまいました。レキシントンの町から郊外へ30分ほど走ると、日本でも有名なワイルドターキー、フォアローゼズ、
ウッドフォードなどのバーボンの蒸留所へ行くことができます。ケンタッキー独特の水でしか作れないケンタッキーバーボンの製造方法の見学や試飲、テイスティングはとても勉強になるし楽しいものだと思います。普通 UK といえばユナイテッドキングダムの略でイギリスというイメージがありますが、ケンタッキーではケンタッキー大学の略になります。その大学の男子バスケットボールチームの本拠地がラップアリーナです。2500人を収容できて、スポーツイベントのほかコンサートやショーに使われ、レキシントンの人々にとっては大切なアリーナになっています。大好きな親戚が住んでいるのでよく行くんですけれども、レキシントンはいつ行っても安全でとても過ごしやすい街だと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。